キャプテンの操縦スタイル、なんか貫禄あってめちゃくちゃ安心しますね。なんで操縦席座んないんだろう。帰ってきたよ、ベリーズシティ。ただいま。めっちゃでかいぞこれ。顔よりでかい。今日は未知なるフライジャックを探しに出かけましょう。Good morning、ミラクです。ベリーズ2日目の朝です。今日も昨日に引き続きキーカーカートを歩いています。朝早く出れば涼しいかなと思って今7時過ぎ出たんですけど、もう日が出ててめちゃくちゃ暑いですね。ベリーズのローカル料理フライジャックを食べに行きます。フライジャック皆さんご存知ですか？私は初めて聞きましたけど、なんか小麦粉を練って揚げた料理みたいなんですけど、それだけ聞くとなんかパンとかお好み焼きみたいな感じなのかなって気はしますけど、どんな料理なのか楽しみですね。さあこちらのお店です。エロリンズハウスオブフライジャックっていうのかな。結構ここ人気店らしいんですけど、マジで朝から並んでる。めっちゃ人いっぱいいる。よし、ここでできればイートインしたいけど、最悪テイクアウトします。よし、注文完了。あと席も確保できました。ラッキー。こんな感じにお店の目の前カウンターになってます。イェイ、グッドモーニング。Morning, morning. いやー。Thank you. Thank you. ほい、フライジャック来ました。なんだこれ。思ってたのと違う。なんかすごいぞ。あ、これ中にベーコンとエッグ頼みました。なんだろうこれ。本当に揚げてある感じでめっちゃ美味しそう。ちょっと待ってください。なんかトッピングみたいなのあるっぽい。このテーブルにあるソースですね。このソースかけるのかな。なんかこれ酸味強そう。チリソース、ハバネロソース、これをちょこちょこ入れて、さあ私のフライジャック完成しました。さあ食べましょう。めっちゃでかいぞこれ。顔よりでかい。ちょっとソース足んなかったかも。外ザクザクしてて美味しいです。これなんだろうな、味のないドーナツというか、あ、そうだね、味のないドーナツみたいな感じか。さっきの酸味のあるソースのところめちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。フライジャックめちゃくちゃ美味しかったです。特に酸味のついたソース、あれさっぱりしてて朝にすごくいいですね。だってハバネロソースも、結構辛いですけどピリッとアクセントになって、めっちゃ良かったです。今日もまたのどかな海辺ですね。木がかいいね。まだ時間がありますんでカフェに行きましょう。アイス&ビーンズ、朝6時からやってるみたいです。すげえ。アイス&ビーンズだからアイス食べちゃおうかな。お店入ったらいきなりウェルカムドリンク的なのもらいました。なんかドーナツももらいました。まだ何にも頼んでないのに。揚げたてだ。ふわふわ。美味しい。ミルクティーかな。あ、コーヒーだ。美味しいな。わあ、なんかカード使える雰囲気だったけどキャッシュオンリーだった。キャッシュがありません。銀行 ATM で100ベリーズドルキャッシングしました。手数料 3.5US ドルでした。高え。海沿いに行くと常にこんな風強いのかな。すごいね。
毎日風強いです。あーでも風があった方が気持ちいいね。よし、窓辺のこの席に座るかな。海が目の前です。最高。ソフトクリームもすぐ来ました。なんかちょっと溶け気味。ちょっと溶け気味。いや、海辺で食べるソフトクリームなんて絶対美味しいよ。うん。ああ、いい。結構甘めのバニラで海に合いますね。さっきのフライジャック屋さんで話しかけてくれたベリーズの方、ベリーズシティの方に日本人レストランがあって、そこのオーナーと知り合いだよみたいなことをお話しされてました。で、今のこのコーヒーショップのお姉さんもあれ何だったっけな、友達が日本に住んでて、去年の9月日本に3週間くらい行ったよみたいな言ってまして、意外と日本知ってる人いるかもしれませんね。あそこに木に Go Slow って書いてありますね。そうなんだよな。ゆっくり行きましょう。来ました、アイスコーヒー。なんか結構甘み入ったフレーバー選ばなきゃいけなくて、ほとんど甘いやつだったんで、一番甘みの少ない、バニラしました。名前的には甘そうだけどね。ちょっと甘い。まあいいか。朝からカフェでゆっくりできましたね。海辺のカフェってなんであんなゆっくりしちゃうんでしょうね。なんか独特の雰囲気があります。じゃあホテルに戻って荷物をまとめてフェリーに乗りましょう。この辺りは珍しい猫もいますね。これは飼い猫なのかな。Good morning。今日もまた天気いいですね。フェリーはだいたい1時間半に1回行きますけど、待合室エアコンとかありませんので、できるだけフェリーの時間近くになったら行くようにした方がいいと思います。いやー、こののどかな島ともお別れか。なかなかいい島でしたね。とにかく人々がゆったり生活してて、心がとってものんびりしますね。ベリーズシティからキーカーカーに行くときは、もっと乗り場も広くて人もたくさんいて30分前に大行列だったんですけど、キーカーカーから入るときはそんなちっちゃい船着き場なんで、そんな人困らないかもしれませんね。30分前早く過ぎたかもしれません。私は行きに往復でチケット買ってますんで、そのまま入ります。チケットない方はここにチケットセンターありますんで、先にチケットを購入しましょう。なんか小島の船着き場っていう感じでいいね。売店ありました。よかった。お水ないかな。なんかスポーツドリンクみたいなの買ってみようか。クールなやつ。なんかスポーツドリンク的なやつ。5ベリーズドル。キーカーカーからベリーズシティ行きのバスはこんな感じです。私はこの10時半のに乗ります。出港10分前にようやく人が集まってきた感じですね。そんなに急がなくて全然大丈夫でしたね。そろそろ並び始めるのかな。ようやく来ましたよ。海だ。すでに人が結構乗ってましたね。人違ってガラス張りになってないので外は見れなさそうですね。さようならキーカーカーとまたね。てかビニールで全然見えないわ。帽子は飛ばされるほど爆速なんで気をつけましょう。キャプテンの操縦スタイルなんか貫禄あってめちゃくちゃ安心しますね。なんで操縦席座んないんだろう
時間ぴったり1時間でベリーズシティ到着しました。やった。ベリーズシティ上陸。帰ってきたよ、ベリーズシティ。ただいま。相変わらず水は汚いです。よし、ここからはウーバー使えないみたいなんで、目の前にいるタクシードライバーさんと交渉してホテルに行っちゃいましょう。Hi, do you know Ramada Hotel? Wait, Ramada? Ramada. Yeah, this way. How much? 15 Berizaro? Yeah. あ、15 Berizaro? あ、OK, OK. いや、意外と安かった。15ベリーズと席に座ってだって。Thank you. タクシーが藤原豆腐店になってる。See you, bye. Bye. ラマダホテル到着しました。15ベリーズダラーなんで、7.5ドルくらい。10分だったけど、そんなに高くないからいいでしょう。当然まだチェックインできないんで、カフェで過ごしましょう。あれカフェやってんのかな。今回の旅ずっと安宿ばっかりだったんで、そもそもこんなレセプションみたいの今までなかったですよね。あれさっきまで人全くいなかったのに急に大混雑になってる。なんか店内いっぱいだったんで、この窓際の席にしてもらいました。ホテルからの眺めめちゃくちゃいいですね。相変わらず海の水は汚いですけどね。じゃあ2回目のセビーチェ頼みましたんで、今度はいいのが出るといいですね。Thank you。お、早速コーク来ました。残念ながらペットボトルか、久々だな。ただ氷大量のグラスもいただきましたんで、これで冷え冷えのコーラ飲みましょう。これでもストローないと飲みにくくない？ストローもらおうかな。じゃあ今日もコーラいただきましょう。ああ、最高。ちょっとやっぱりストローないと飲みにくいんだけど、スタッフの人いなくなっちゃった。このコーラは炭酸強め、甘さがほとんどないですね。なので結構すっきりいけますね。セビーチ来ましたよ。エビのセビーチです。なんかやっぱりパクチーみたいなの入ってんな。こういうもんなのかな。あとトルティーヤチップスがいっぱい入ってますね。美味しそう。なんか前に食べたのと同じでぬるいですね。なんかもうちょっと冷製のサラダというかマリネっていうふうに聞いてたんですけど、マリネではある。ただなんかぬるくてパクチーの香りがすごい。パクチーもそんな言うほど気にならないかもしれない。エビが香ばしく焼かれてて、これ美味しいです。思ったより全然いけますね。なんか初めの印象あんまり良くなかったけど、食べていくうちにそんなになんか嫌な感じっていうのがなくなってきて、全然さっぱりしてて美味しいです。さすがホテルのレストラン。コーラとセビーチェで50ベリーズドル、約3600円くらいです。高いね。でも今日はいっか。レストランで食事してたら準備できたよって声かけてくれました。まだ2時間も前なのに。さあお部屋入りましょう。今日のお部屋はかなり豪華にしましたんで期待してください。まずはこんな綺麗なキングサイズのベッド、あとサイドテーブルとソファーもついてますね。あとはテーブルとこっちにもソファーありますね。でデスクとテレビ、いい感じです。これもしかしてこれ違うか。冷蔵庫、冷蔵庫これですね。なんか大きな冷蔵庫と電子レンジまでついてますよ。それからお水と
あとこっちがバスルームかな。開けたらクローゼットみたいなのになってて、洗面所も大きいですね。3面にある鏡があって、ああよかった、ドライヤーあるわ。とお手洗いと、バスタブ付きの、シャワールーム。久々になんかこのシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ出てきた気がする。最近ずっとボディウォッシュしかなかったですからね。あとはなんかめちゃくちゃでかいバルコニーあるぞこれ。うわーすげえ。シービューのバルコニー付きでした。いい感じだ。まあバルコニーに出ることはないでしょうけど、あるならあるで嬉しいですね。はい、こんな感じでした。これで1泊1万6,000円くらいかな。そこまで高くないんじゃないですかね。じゃあしばらくここでのんびりしましょうか。なんかこれデスクみたいな2つもあるのか。こっちもデスクみたいになってる。もったいない気がしますね。1泊だけで。明日もホテルから出たらすぐ空港行かなきゃいけないんで、今日はのんびりこのホテル満喫します。はい、チェックインして落ち着きましたんで、今回の旅のまとめみたいなところやってみたいと思います。で今回はですね、日本のゴールデンウィーク4月の26日から16日間かけまして5月の11日まで行き帰りで飛行機に乗ってる時間がかなりありますので、実際には14泊16日になります。で回った国は4カ国、メキシコ、エルサルバドル、グアテマラ、今ここにいるベリーズです。で帰り一応アメリカ経由しますけれども、そこはカウントしないで4カ国、行きました。その後飛行機で1回アメリカのヒューストンに行って、そこでさらに1泊して、その後成田に帰りますんで、まだあと2日くらい実際にはあります。ただあとはもうほとんど移動になりますんで、ここで今回の旅はほぼ終わりっていう感じですね。でトータルでかかった金額計算してみました。今回の旅の総額58万5129円です。どうですかこれ、高いのかな。ちょっと高いのか安いのかはよく分かりませんけど、航空券がもう31万7,000円かかってます。行きのフライトが日本からメキシコシティまでなんですけど、ここ19万円かかってまして、例えば帰り明日ベリーズシティから成田までアメリカのヒューストン経由で行くんですけど、時間かかりますけど10万円くらいなんですね。で行きはカナダのモントリオール経由で、行って、結局それでも30時間くらいかかったのかな。それで19万円かかってます。時期が若干ゴールデンウィーク入る前と今はもうゴールデンウィーク終わった後なんで時期は違うとは思いますけど、もうちょっと安いチケットあったんじゃないかなと思います。フライトが31万7,000円で、食事代はこの14日間5万6,000円です。結構抑えられたんじゃないですかね。はじめメキシコなんかではタコス屋さんに行ったりだとか、数百円とかで食事したりだとか、1日5,000円弱くらいで過ごせたかなというところですね。ホテル代は14泊で10万円です。でここのホテルは1泊1万6,000円でかなり高額なところ泊まっちゃったんですけど、他はだいたい4,000円とか5,000円くらいの安宿をずっと行きました。あとはフライト以外、飛行機以外の移動手段に4万4,440円かかってます。でフライト以外って何かっていうと、ウーバーちょこちょこメキシコシティではウーバーちょこちょこ乗りましたよね。あれは数百円で済んでますけど、メキシコからグアナファトとか、グアナファトからサンミゲル・デ・アジェンデで、サンミゲル・デ・アジェンデからメキシコシティまで長距離のバス結構乗ってます。
であれが結構かかってて、まあ、4、5時間乗る場合は、まあ、7000円くらい、だいたいかかっちゃうかなっていう感じですね。それ以外だと、昨日、まあ、今日も乗ってきたベリーズのウォーターバス、キーカーカーの島に行くやつですね。まあ、あれは往復で6000円くらいなんで、まあ、そんなに高くはないかなと思います。あと明日のここからベリーズの空港に行くためのタクシー、ここウーバー使えないんで、だいたい$30くらい、が相場だっていうふうに聞いてますんで、これはもうすでに含めてます。あとはこうアクティビティ系ですね、まあ、遺跡巡りとか、私は昨日キーカーカーで、ダイビング、スクーバダイビング行きましたんで、まあ、それの値段が58,590円です。でこれは人によってだいぶ変わってくるかなと思いますね。まあ、メキシコシティ、来てすぐに、テオティワカン遺跡というところに行ったんですけども、まあそこは100メキシコペソ、まあ、1000円いかないくらいです。であとは、ティカル遺跡、グアテマラの、フローレスからティカル遺跡というところに行ったんですけど、まあ、そこでの、ツアー代、それが4500円くらいと、あと入園料みたいなやつが、まあそれも4500円くらいかな。でそれで1万円くらいですかね。でダイビングがちょっと高かったんで、それがもう4万8000円くらいですので、アクティビティのほとんどはダイビングです。なんでここの5万8590円は、人によっては1万円くらいだし、ダイビングをしようかなって人は、5、6万円くらい考えておけばいいかなと思います。あとは今回私現金のキャッシングを結構こまめにやっちゃって手数料結構かかってるんですよね。もう4770円かかっちゃいました。ちょっと失敗しましたね。なんか小刻みに、キャッシングしすぎて何回も手数料取られちゃったのがちょっと失敗したかなと思います。クレジットカードの現金キャッシングってかなり便利なんですけど、 ATM によって手数料が全然違いますんで、事前に ATM が何個かある場合は事前に手数料チェックして一番安いところに行った方がいいと思います。運が悪いと1回1000円とか1500円とか手数料取られちゃいますんで、なるべく安いところがいいですね。あとは eSIM ですね。2673円。12日くらいで2600円。1日200円くらいですかね。そんなに高くないかなと思います。メキシコなんかはめちゃくちゃ安かったんですけど、エルサルバドルとかグアテマラの方まで行くと、なんかあんまりいい eSIM なくて、このグローバル eSIM みたいな、166カ国どこでも使えますみたいな eSIM があるんですけど、それ使うしかなくて、それで結構高いんですよね。それでも10ドルとか、3日間で10ドルとかしちゃいますんで、そこら辺でかなり、取られちゃいました。でベリーズは、その166カ国のグローバル eSIM ですら対応できてなかったんで、もっと特殊な eSIM というか、高い eSIM を買わなきゃいけなかったんで、もうベリーズは eSIM なしで乗り切りました。ホテルに行けば Wi-Fi ありますし、お店もたまに Wi-Fi あります。でもそもそもベリーズはもうフェリー乗り場と、あと行きたいレストラン、Google マップにピン立てておいて、あとホテルの、場所、ピン立てておけば、もう Google マップさえ使えれば、オフラインでも自分の GPS 情報は分かりますんで、もうそれだけでいいかなと思って、Wi-Fi は使いませんでした。今ので全部ですね。これで58万5219円。どうですか？この中米4カ国、回ってみて、どの国が好きでしたか？本当に人が優しいなっていうのをすごく感じました。私はスペイン語が全く分からなくて、移動するバスの標識なんかもあんまりよく読めてなくて、道に迷うことたくさんあったんですけど、皆さん英語は話せなくて、向こうもスペイン語ですけど、私はスペイン語わかんないんですけど、一生懸命説明して、あっちだよとか、ここ曲がって、向こうに行くといいよとか、何度かなんか目印にしたらいいよとか、ここでチケット買うんだよとか、
このバス乗るんだよみたいなのを、一生懸命説明してくれるんですね。で、私がなんかこう聞かなくても困ってそうな顔してたらすぐに近寄ってきてくれて「大丈夫か？どこに行きたいんだ？」みたいなことを、すぐ声かけてサポートしてくれようとする、そんな人たちでしたね。なんかものすごい、助かりました。いやでも中米全ての国に言えることはめちゃくちゃ暑いです。でどこに行っても暑くてエルサルバドルグアテマラあたりはもうエアコンすらないんで逃げ場がないんですよね。でウーバーとかタクシー乗ってもエアコンついてませんので、窓全開で、風を受けてなんとかしのぐしかありません。あと冷蔵庫もありません。安宿だからかもしれません。であと安宿の話で言うと結構お湯の出ないシャワーのホテル、ありましたんで気をつけてください。で外が暑いんでいいっちゃいいんですけどなんか髪の毛洗う時とかはやっぱお湯欲しいですよね。でシャンプーとかコンディショナーみたいなものもほとんどありませんでした。これも安宿なのかもしれません。あと厳しかったのがドライヤーのないホテルがほとんどですね。当然ここの高いホテルだったらドライヤーついてます。それでは今日はいいホテル取りましたんでディナーの時間までゆっくりホテルステイしたいと思います。ホテルのすぐ近くに美味しそうなピザが出てくるレストランがあったんでちょっとそこに行ってみましょう。結構周り暗いな。でも歩いて2分くらいなんですぐだと思います。なんか周りは結構寂れて寂しい感じになってますね。ここも今空き地になってその奥はもう使われてないテニスコートみたいな感じですね。人いなくなっちゃったのかな。もうありましたね。歩いて 1,2 分のところオチューナレストランっていうのかな。ここでピザを食べましょう。こんな感じで外観すごくおしゃれですね。うわ寒い。Hello? Table for one? Yeah. めっちゃ寒い。です。ザザン。めちゃくちゃいい感じのレストランです。ゆったりしてます。ちょっとまだ時間早いんで、お客さんは少なめ。照明がおしゃれでいいですね。ネットで見た美味しそうなピザと、それだけではちょっとあれだったんでフレンチフライも頼みました。早速ライムジュース届きましたのでいただきましょう。ちょっと甘いな。ちょっと甘いけど美味しいです。Pepperoni pizza? Yeah. I Wow. put it on the middle or over here? Yeah. Yes. Oh, looks so good. All right. It tastes good as well. So, Yeah. would you like something else, some pepper or something else, or you're good? No. Okay. Pepper? Yeah. でっか。やばい。やばい。でかすぎる。いやこれ一人で食べる量じゃなかったですね。やばいな。いけるかな。寂しいからフライドポテトなんて言ってる場合じゃありませんでした。でもめちゃくちゃ美味しそうな香りする。うわーめっちゃいい感じ。いただきます。シンプルなペパロニピッツァなんですけどめちゃくちゃ美味しい。もうチーズも美味しいしペパロニの塩気っていうのかな、しっかり効いてて美味しいです。生地もいい感じなのでこれはやばいぞ。これ全然8カット8スライスあって全然いけるんですけど
多分また顎がやられそうですねこれ一個一個しっかり厚みがあるんで顎が耐えられないかもしれない。でもめちゃくちゃ美味しいこれ。ポテトも来ました。なんか美味しそうな赤いなんだろう、なんかチリパウダーみたいなのかかってる気がする。でもケチャップもあります。フレンチフライはいつ食べても美味しいですから。やっぱ赤いのなんかチリパウダーみたいなのかかってこれもまた美味しいです。味変にチリもいただきましたんでちょっとずつ使おうかな。今半分食べたところで顎が崩壊しそうです。ごちそうさまでした。いやピザめっちゃ美味しかったんですけどでかすぎましたね。いや無理して食べちゃったんですけど他のお客さん結構トゥーゴーボックス持ち帰りの箱、もらってたんで私も無理せず箱をもらえばよかったです。めちゃくちゃ苦しいです。まあでもおいしかったですね。明日は昼くらいにホテルを出て空港に向かいます。それでは皆さんおやすみなさい。いやー入国審査で別室に連れてかれて出てくるのに3時間かかりましたよ。とりあえずギリギリ3軒行けそうなんで3軒行きましょう。これでかくない？これ遠近法とかじゃなくてハンバーガー。うわでかいぞ。なんかめちゃくちゃ美味しそうな香りする。なんだろうこれ。